若い男性が川沿いを歩いていると、ゴールデンレトリバーが強い流れに流されるのを目撃した。流れの中で必死に叫びながら、捕まるところも見つけられずにもがいていました。少年は川岸に沿って長い距離を走り、危険な流れから川を守ろうとした。犬は土手の隅に追いやられていましたが、若者はすぐに駆け寄って犬を抱き上げ、安全な場所に連れて行きました。動物は寒さで震え、疲れ果てており、その哀れな目を見て、若者は最後まで動物を助けようと決心した。若い男性は犬を近くの医療センターに連れて行き、医師に犬の足の怪我を見てもらった。医師は腫れた足のレントゲンを取り、骨がひどく骨折していると診断した。彼らは点滴を投与し、酸素補給を行い、犬の体に残った痛みを伴う傷を治療した。最初の治療後、犬は安静にされました。呼吸は安定していましたが、まだかなり弱っていました。少年は猫がすぐに回復することを願いながら、優しく撫でて励ましました。すると猫の目は徐々に穏やかになっていきました。医師は骨折した部分に包帯を巻き続け、その後の治療中にできるだけ痛みを感じないようにした。少年は柔らかい食べ物を用意し、まだとても疲れているにもかかわらず、それを全部食べようとしました。犬の状態が安定すると、獣医師は若い男が犬を家に連れて帰り、リハビリを続けることを許可した。家に帰る途中、それは少年の膝の上に静かに横たわり、愛情深い目で少年を見つめていました。家に着くと、若者は犬が寝られるように暖かい場所を用意し、犬は丸くなって安らかに眠りました。少年が頭を撫でると、愛情深く肩にも垂れかかり、その可愛らしさに少年は笑ってしまいました。彼は鳥に好物を与えました。鳥はそれをおいしそうに食べ、喜びを示すようにずっと尻尾を振り続けました。犬は以前よりずっと健康になったことを証明するかのように、床の上を転がりながら再び遊び始めました。少年はおもちゃのアイスクリームコーンをあげたが、まるで本物のようにそれをかじり、少年はさらにアイスクリームを好きになった。それはまた置いていかれるのを恐れているかのように、いつも少年のそばを離れず、どこへでもついていきました。毎日午後になると、少年は彼女を散歩に連れ出し、彼女は周りの景色を眺めて楽しんでいました。救出され少年の愛情を受けて、その生活はより明るくなりました。彼らの絆は強くなり、犬は信頼と感謝の気持ちで彼を見つめました。絶望の中で洪水に流された犬は、その心優しい青年のもとで幸せな家を見つけました。